皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろはい。しくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。これを撮っているときは、ワールはい。ドカップのベスト4が揃って、はい。ワールドカップ竹縄というところなんですけれども、はい。実はそのワールドカップでごまかしたわけではないんでしょうけど、実は IOC もえらいこと発表しましてね、この期間中にね、6月の23日でしたけども、臨時総会があって、ああ、はいはい。オリンピックに出場する選手全員に1万ドルはい。与えるんですっ1万ドて。ルですね。一人。ギャラって言ったら怒られるらしいんですけれども、なんか、ギャラではないですね。ギャラではないですね。補助金、賞金でもないというふうに言ってます賞けれ金ではどもね。ないって言いましたね。はい。選手の努力を称えるものだというふうに言われるんですが、これはなんかすごいことで、これについてはもう春日さん、今日ゲスト春日さんです。五輪アナリストのはい。木良一さんに来てもらってますが、春日さんにも詳しく IOC のこと、それからまた、東京オリンピックでね、スキーの複合がなくなったりもしうん。ましたし、いろんなことを聞きたいと思いますが、はい。実は春日さんは、かつてのと言っていいのかな、サッカー少年であったということがありまして、ワールドカップに、熱を入れておられたということもあるので、今日は、フランスの、ユニフォームを着ておられるということもあって、春日さんにサッカーの話から聞いていきたいと思います。春日さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしお願いします。ます。それ、フランスのユニフォームどうされたんですか？私、6月22日、はい。オリンピックデーの前日が誕生日なんですけど、おお、うん。71歳になったんですけど、おえ娘が、私のために、ちょっと海外から帰ってくるときに、これをプレゼントしてくれたんですおね。それでみんー。なになんで日本のユニフォームじゃねえんだよって言われてたんですけど、一番これがおしゃれだったっていうんで、え僕もはい、喜んでいなるほど。たんですね。だからなんかこう、試合見てると、どうもフランスが優勝しそうだなみたいな感じがもうしたんで、逆フランにもうフス、ランスを応援しようと思って毎日これを着ることにしてます。そうですか。で、今日も玉木さんの番組でどうしようかなと思ったんですけど、許してくれるかなと思って。いやいやいはい、や、許さないの問題ではなくて、なんかおしゃれだなと思っております。ありがとうございます。本私も当に着やすいんですよ。フランスでワールドカップが行われた時は、私もフランスにおりまして、実は、あの時は。私もいました。うん。そうですね、か。98年ですよね。そうはい。です。はい。私は、三大テナーの、スリーテナーのエッフェル塔の前でコンサートやった。はい。それの取材で音楽の方から行ったんですね。あ、なるほど。で、そうしたら、音楽の人が取ってくれた、宿がですね、日本サッカー協会と同じ宿でして、いい宿じゃないですか。いや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 、もうそこに私が行ったもんですから、はい。一泊して朝行ったら、食事で、もう、当時の長沼さんから川淵さんから、岡野おー。さんから全部おられまして、で、はいはい。みんなに見みんな。られまして、今頃お前何しに来たとか言われて、音楽聴いてもう、る場合じゃないよと。ジョホールバルにはなぜ来なかったとか言われながら、ちょ、長沼さんなんかに。ところが、その後で川淵さんが来た時に、いや、よう来たって、昨日ね、ベルサイユにオペラ見に行ったんだけど、椿姫がね、病院で死ぬんだよ。そんなのありかなとか言って、今でも覚えておりますが、川淵さん、サッカーの話しませんかとか言いながら、サッカーの話をしたことは覚えておりますけれども。なるほど。その時、スリーテナーズ、ちょっと話長くなりますけど、スリーテナーズ、ドミンゴとパバロッティとかホセ・カレラスのコンサート、うん。エッフェル塔の前で行った時に、私の席の前がアベランジェでしたね。
だから結フィフ局あれですか、そのワールドカップのお祝いみはい。たいな感じのイベントそうです。としてってですよね。そうですうね。ん。前がベランジェで、その斜め前がシラクだったですね。うん。偉いところに座ったなっていうので、もうびっくりしましたけれども、一応アベランジさんには、挨拶をしておきまして、うん。日本のワールドカップを応援してくれてありがとうというふうに言っておきましたけれども、そんな話を長々とさせてもらって失礼いたしました。いえいえ、その時に日どうですか？ 本を勝たせてくださいって言っとかればよかったですね。まあね、まあ、いろいろでア仕方ベランジはなかったです何でもできたよね。から。うん。ええ、日韓ワールドカップができた、なったんですけれども、どうですか、今回のワールドカップ。いや、うん。春日さんはどのように見ておられますか？どのように、まあ、なんというか、すごいなと思いますね。規模といい、おはい。金といい、うん。選手といい、すごい感じ。やっぱり、はい。トランプの国で、うん。インファンティーノがやるとこうなるかなっていうような、すごい、チケットが高いじゃないですか。あれはいいんですかうん。ね、ダイナミックプライジングと、それです、それ。だから、あれが FIFA 公認でやってるわけじゃないですか。いや、だから僕はFIFA がダフ屋をやってるわけですよね、はっそうきり言うと。そうそう。だからね。いつも僕はまあ、サッカーずっとやってきて、サッカーからオリンピックにっていう、はい。まあ、仕事としてオリンピックを選んだんですけど、サッはい。カーやってる時はオリンピックっていうのをバカにしてて、実は。あ、本当の、本当に世界をまとめるのはサッカーだよと。はいオリンピックはいはい。がいくら平和の祭典って言ってもね、そこはい。までいけないよっていう、サッカーが一番だよと思って、それで、うん。そういう立場でいたんですけど、まあ、うん。サッカーとしては代表選手にもなれないで、挫折しまして、はい。挫折と思いたくないんですけど、まあ、岡野真一郎さんに憧れてっていうことがなんか伝わって、まあ、オリンピックが入ったんですけど、そしたらああ、今度そうです。オリンピックが平和の祭典で、はい。サッカーではできないよっていう感じが う出てきん。て、で、そうん。この、一番の対比がですね、当時私がいた時 IOC の会長がサマランチさんになったんですね。はい。で、さっきおっしゃってたFIFA の会長アベランジだったアんです。ベランジェ。はこのい。二人、まあ、仲いいように言われてるけど、やりうん。方が全くこいつも違って、はいはい。やっぱサマージがやることについては結構なんていうか、バランスを取るというか、強引にやらうん。ない部分がすごくあるんですよね。うで、それん。が、オリンピックのまあ理念っていうか、そういうのを守っていこうっていうはい。まあ、気持ちがあるから、アベランうん。ジになりきれないっていうか、とこうろがん。あるっていうのをすごくそういう感じてたんです。だからそこうん。の部分がすごい面白いなと思ってて、で、今回うん。の件も、さっきおっしゃったリセールのシステムじゃないですか、チケットはい。を買う。リセール。はい。はい。で、これはい。はIOC が実はオリンピックで開発したシステムで、ちゃんとお、やってるわけですね。もともと。そうなんですか？はい。ええ、だ、ロンドンからでしたっけ、あれ。ですよね。ですね、2012年はロンドンかな。うん。そうですね。で、やってて、で、それは、でも、ルールはもう絶対に同じ価格、同じ価格、同はい、そうですじ価ね。格ってルールが絶対、ピョンチャンでもずっと守られてるし、それはい。守ってるわけですよ。だからそはい。こを、サッカーは崩すっていうことを平気でやれるんだなっていうのがうね、ん。インファンティーノっていうのはブラッターの汚職から生まれた、はい。きれいにするために生まれた会長なんですけれども、はい。やっぱりその本質が、なんか変わってないような気がしてしまいましうん。た。でも、ダイナミックプライジングですか。それこそ IOC がやっている余ったチケットは買い戻してまた売りますよと。ただし同じ値段ですよというのは別にそのまま納得なんですけれども、うん、うん。今回のダイナミックプライジングでは完全にダフ屋ですよね。やっぱ FIFA のやってるのは、まあ、すごいダイナミックですよ、まさに本当に。はい。だからでも、収益を目指してるっていう団体と思っても間違いないと思うんですよね。でこ、も IOC が収益を目指すって言っちゃったらもうみんなに叩かれるじゃないですか。そう、で、まあそれそら叩もできかれますよ。ないけど、ううん。ん。そういうのがあって、なんか面白いなっていうふうな、そこの部分がね、全然違うんだうん。なと思いますね。なるほど。でもこれ、いいんですかね、FIFA のこのやり方は。
どう思われますか？でも、なんていうの、すいません、サッカーになるとただのサッカーことになっちゃって、うん、まあ、その試合が面白いと、試ええ、合を見ることだけに集中しちゃうじゃないですか。そうすはい、るとその試合は面白いです。そうだから試合は。それにもうこう入っていっちゃうと、うん、FIFA がどうのこうのっていう、まあ、いわゆるオリンピックアナリストとして見なきゃいけなはい。い部分がちょっと飛んじゃう時があるんで、なるほそれど。をオリンピズムから見たらどうかってことを、まあ、今日玉木さんと話したいそなと思ってそう。で、参上してるわけです。そうですね。そこで一番触れてほしいのが、トランプの、なんて言いますか、妖怪というか、くちばしを入れてきましたよね。それあこそ、ルールにまで入れてきたっていうか、はい、レはい。フェリーのやることに対して、あれはレッドカードじゃないだろうと。うん。実はレッドカードの意味も知らなかった人らしいんですけれども、あ、それ、そうなの。レッドがいいんだ、退場だってことも知らなかったっていうような人が、あれはただ単にぶつかっただけだと。だから、うん。判定を変えろということを言ったんですけど、これは、なんですかね。FIFA がこういうことを許していいんですかね。いや、いいと思わないですけど、ねえ。全くね、要するにスポーツになんか政治家が介入してきたっていう、まさにそその例ですよね。で、う、まあ、そうですね。トランプの国でどういうことが起こるのか、ワールドカップでスポーツに対してどういうことが起こるのかっていううん、のは、まあ、オリンピズムの視点からずっと見てうん、たんですけども、まあ、うん、今回のレッドカードの前に、まあ、うん。もうあって、つまり最初にソマリア人の審はい。判が入国するのを拒否入されたじゃ国できた。ないですか。はい。で、これがもう私は非常に問題だと思ったんですね。ってああ、いうのは、なるほど。彼が来たのは FIFA というスポーツのオーソリティが認めて、そしはい。て彼を認定して、入ってくはい。ったわけですよね。で、それを主催国である国がうん。拒否したってことは、FIFA を拒否したことになりますから、はい。これは明らかに、ワールドカップ自身を開催する資格のない国だっていうことになるとなるほど。思うんですよ。で、それを平気でやって誰も文句言わないうん。中で、かつ、インファンティーノうん。はそれを容認して、はい。どうやって決着つけたかっていうと、ソマリアの審判の方に、実際に来られて、笛を吹いた場合のお金うん。を保証はい。するということをしたっていうだけなんですね。だから、本来おだったら、僕はインファンティーノがトランプと仲良くやってるのは自分の方に持ってくるためにやってんだなと思ってたら逆にトランプの言うなりになってるっていう状態がそれで分かってすごうん。く驚きましてうこれはん。問題だなとそういうふうに思っててまずイエローカード1枚そうしたら今ん。度トランプがそこにさっきご説明のあったバロ軍だったはい。アメリカの選手あ、が一発退場だったのを執行猶予にして次の試合ベルギー戦に出れるようにしたっていう。はい。で、それをインファンティーヌは黙認、何にもうん。言わないっていううん。状態。これもやっうん。ぱりイエローカードですよね。だかうん。ら、まあ本当は一発レッドだけど、うん。そういう国だよっていうこと、を私は問題にしなきゃいけないんじゃないっていうのは一方であります。なるほど。これはでもあれですか、2年後にロサンゼルスオリンピックがあるということを考えると、春日さんなんか、こんな言い方したら失礼ですけれども、ちょっと恐れられてますかね。いや、2年後はめちゃめちゃちょっと不安がありますけれどもね。うん、まず例えば、審判の判定に文句つける。はい、政治力を使って文句をつける、うん、権力を使って文句をつけるって言ったら、もうこれはオリンピックから言ったら、もう全員でもうなんつうの、反対っていうか、もう、うん、抗議しなきゃいけない問題にうん、なりますよね。これをそのうん、まま受け入れてしまったら、その時点でもうそのオリンピックは瓦解すると思いますし、うん、で、もっと根本的なことを言うと、そのソマリア人の審判が入国できなかった問題は、これはい、はオリンピック憲章で明らかに、まあ、あとオリンピック憲章と、実際に開催国と、うん。開催都市ですね、オリンピックの都市です。開催都はい、市とIOC が結ぶ相互条約で、条はい、約でですね、契約で、まあ、これは明らかに上下契約です。IOC はい、が上で開催都市は下なんですけど、そのうん、時に開催国の政府が
IOC が認めた人間はそこにうん。入国させて滞在させなければいけないっていう、そういう義務があるってうん。いうことをギャランティしなるほど。なきゃいけないってあるんですよ。はいよくはい。IOC の、そのリコード市の開催都市契約がうん。不平等条約とか言いうん。方されるんだけど、これうん。はスポーツが政治を支配しなきゃいけないから、その期うん。間だけは。だからうん。そのための上下契約を守んなきゃいうん。けないんですね。このう期間だけん。は絶対にスポーツは上だよっていうところを作らないといけないからうん。上下契約になってるわけです。だからなるほど。リーズナブルなわけでうん。すけども、まあそういうものがあるから、あればこそ、もしそのオリンピックで同じようなことが起きた場合、例えば はい。IOC が資格認定書を出した審うん。判団が入ってうん。きました。それがたまたまアメリカが認めてない国だったら入れうん。ないよっていうことがうん。起きた時点でもうそれはアウトなので、もう うん。IOC から徹底的にそこは直させなきゃいけないし、もしそれをうん。ずっとやるっていうんだったらもうオリンピックやめちゃうしかないですよね。そうあいうぐらいあ、な問題だと思うんですよ。だからそなるほど。こを、まあ、僕はまあ一応まだ信じたいので IOC は2年後にうん。そういうことが起きたらうん。ちゃんとやるだろうというふうにうん。信じておりますけれども、うん。でももうこのソマリアの、今回のケースが起きた時点でやははい。り何らかの警戒心を持ってですね、トラうん。ンプをどうやって抑えていくかってことは戦略として練らなきゃいけないんじゃないかなっていう。なるほど。準備しなきゃいけないと。そう、なんか警告するとかね、それにうん。対して警告すうん。るとか、うん。まあ、前回、玉木さんとやったオリンピック休戦の問題にしても、まあ、はい。アメリカがイランうん。攻撃した時点で、うん。イランイランを。攻撃した時点で、何らか言ってほしかった。なるほど。で、それは言ってない。だから言うべき時に言わないと、うん。まずいんじゃないかなっていうような気はうん。しますね、今回も。これどうなんですかね。個人的なことを聞いても仕方ないのかもしれないけど、コベントリーさんはそこまで言えますかね。わかんないです、う僕は。ん。わかんないですけど、っていうのはちょっと今見てるんだけど、やってくることは結構画期的なんだけうど、ん。一方で、まあ、今見方迷ってるんですけどね、昔、レトロスペクティブっていうかな、昔に戻る部分があったりとか、うん。それからまあ、バッハとか結構わーっと推し進めてきた e はい。スポーツだとかね、こう、はいはいはい。広がっていく方のはい。やつは今、抑えにかかってるんですよ。うん。だから、その辺で、まあ、コンサバティブなのかなっていう部分も見えたりする一方で、トラうん。ンスジェンダーの問題は、はい。はっちりノーって言ったわけでしょ。要するにトランスジェンダーのアスうん。リートは女子、競技に参加できないことになっうん。ちゃうじゃないですか、今度のうん。規定では。で、そううん。いうところを見ると、どうなのかなとかね、そういうのを思ってまして、で、ただ、まあ後でお話になるのかもしれませんけれども、今回、いわゆる、キングオブスキーの、はい。ノルディック複合を複合ですね。外しましたでしょ。外しましで、これたね。結構勇気がいることじゃないですか。で、まこれをちゃんあ、とやったっていうのは、ある意味僕は評価してて、ちゃんとお未来を見てるのかなっていうのがあって、これ結構、すごい圧力があったと思います。冬のスキー。あれ、特に辞める理由っていうのは人気がないからっていう理由でしょ。う別にん、やってもいいんじゃないのっていうような、まあ、だからそこの今、そのオリンピックの経費の問題とか、いはい、わゆるコストの問題とか、まあ、複雑なことを減らしていくって問題とか、あと、あれは男女はい、平等を目指すっていうところの中で、うん、複合だけは女子種目がないんですよね。で、それとプラス、あれなんですよ、やってる国が限られていて、メダはい、ルを取ってる国が4カ国ぐらいしかないのかな。はい、で、そういう、で、要するに、これからのオリンピックってみんなのオリンピックだから、うん、そこにどれだけの、世界中の選手がこう散らばって、う出てん、これるかっていうのを作っていかなきゃいけないけど、その部分でうん、ノルディック複合はちょっと努力が足りなかったのかなっていう、いうん、ことが、これまでは女子の種目を作ろうってね、や、うん、動きあった動きはですよね、確ずっと か。FIS もうん、ずっとしてきたはずなのに、うん、うん。それをまあ否定してしまったわうん、うけですよまあ、ね。だから結果が出てないっていうところだとん、思いますけどね。だから次の2000、例えば34年
には、まだチャンスはあるよって言いまあ、方を復してます。活するかもしれないということは言ってますね。うん。ただ、その中ではトランスジェンダーの問題は、これはトランプに負けたんじゃないですか、IOC が。まあ、トランプは関係ないとはうん。思うんですけど、独自の、コロメントリーさんが進めてた、はい。あの、まあ、The Fit for the Future っていうね、うん。未来に適合できるオリンピックを作っていこうかっていう、そういうプロジェクトがあって、そこうん。でいろんなチームがあってですね、いろんなことをうん。やっていくね。で、そのうん。中で女子スポーツ、ス女子ポーツ。競技を守るっていううん。ワーキンググループがあって、ワーうん。キンググループって言い方しないんだけど、それがあって、そこでもうずっとやってきたことの結果としうん。てやったっていう言い方してます。だから、うん。トランプにけ、忖度したなっていう見方もできないわけじゃないですよね。トうランプが就ん。任したからすぐに言ってますから、ジェンそうそダーは。う。で、ただ、ロスが2年後にあってってなると、うん。それでまたトランスジェンダーの人をどう扱うかっていうんで、また揉めますからね、そこは。まあ、これは問題としては、やっぱり今も残ってますよね。どう扱うかっていうのはね。そうですね。まだ2年ありますし。ただ、おかしいな、面白いなと思ったら、東京新聞のコラムに、トランプっていう人のあだ名がペレだっていうのがあったんですね。トランプ、ペレって呼ばれてるらしいですよ。なんでですか？ゴルフをやった時に、自分の嫌なところにボールが行くと、足で蹴って戻すらしいですよね。それで、いつもゴルフで足を使うから、お前はペレだというふうに言われたという。ああ、じゃあもともとずるい人なんですね。ずるい人なんです。だから、うん。要はスポーツに対するうん、なんか感そうですね。覚というもうん。のが完全に間違ってる人ですよね。それを聞いた。そうですね。だから自分でシナリオを変えられると思ってるっていうところが、うスん。ポーツをそ、理解してないですよね。その人が2年後のロサンゼルスオリンピックまでやらなきゃいけないというはい。ことは、これは相当構えないといけないですね。そうですね。ただ、まあ、オリンピックの場合は、主催が都市じゃないですか。国じそうですね。ゃないんで、そこの部はい。分は、ちょっと、まあ、ワールドカップとは違うかなっていう部分もあります。はい。要するに政治力が、都市というバリアで守られるはい。部分があうん。るので、そこで、まあ、このワールドカップほどひどいことは起きないんじゃないかとは思いたいですけど。なるほどね。うん。1900、ロサンゼルスは民主党系でもあることですしっていうこそうですね。とにもなるかうもん、しれないですけど、ただ、1936年のナチオリンピックと言われた、時にですね、やっぱり、あそこでは、ベルリンでは、ユダヤ人と犬は立ち入り禁止というような看板があったと。そうん。れを IOC のラトゥール会長が、覗いてくれと言ったら、ここはドイツだから覗けないと言われたのに対して、ここはドイツではないと。うん。IOC がオリンピックをやっている間は、オリンピックの街であるから、オリンピックの言うことを聞いてくれっていうふうに言ったというのを、うん。本で読んだんですけれども、うん。このぐらいの強いことが、コメントリーさんは言えますかね。まあ言わなきゃダメですよね。もしそういうことがあなくて。ー、言わなかったら IOC の会長じゃないですよね。なるほど。はい、わかりまで、した。そこはもうみんなで厳しく言うべきだと思うし、まあわ今かりました。のところ、まあちょっと静観的なところはあるんですけれども、その時になったらやっぱりそれなりのことをちゃんと言ってくれないと困りますね。うん、なるほど。わかりました。まあ、大体、なんて言いますか、トランプのいる時にやるオリンピックの恐ろしさというものは概要が分かったようなので、次の段階では、果たしてオリンピックの未来にどうなって関わってくるのかっていう話したいと思いますんで、春日さん、またよろしくお願いしますね。はい、どうもありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、トランプ大統領のワールドカップから2年後のロス五輪を考えるのエピソード2、ロス五輪で IOC はトランプの口を封じることができるのかです。引き続き、春日さんと共にお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。